前回ホンダスカッシュの納車動画を出したので、今回はバイク整備が始動します。まずは伝送系を見ながらクラクションとウインカーの調子が悪いので、そこの修理をしていきます。ということでまずは分解です。ここに配線がいっぱい通っているので、配線なども確認しながらやっていきます。このカウルを外すのも一苦労のバイク初心者ですが、フル整備を目指してやっていくので、バイク初心者の方も一緒に勉強がてら見ていただけると嬉しいです。古いバイクなので壊さないように外していきます。ネジ以外にも爪でついていたりするので、力で取らないようにやります。ここは配線の通り道になっているので、勉強がてらどの配線なのかチェックをしながら、断線もしていないか、ビニールで保護されているのかも確認中です。バイクの配線となると頭がパンクしそうになりますが、クラクションやライト、意外とシンプルな構造なので、一つ一つ確認していけばなんとかなりそうです。後々は配線も全部取り替えてやりたいですが、まずは壊れているクラクションの修理です。音が鳴るホーンはライトの裏についていたので、まず単体で音が鳴るのか確認します。これで音が鳴ればホーンは壊れておらず、配線が怪しいという形になります。ちなみにこの配線は 12V で電源を取って直接ホーンにつなぎ確認している作業です。バッテリーから直接つないだり、コンセントから変換器をつけて確認する方法もあります。確認しても音が鳴っていないですが、ホーンの裏にネジが1つついていて、それを回すと音が鳴ることも多いので、調整しながら確認していたらつきました。配線をつなぐ箇所が2個あるので、プラスマイナスを取り付けるだけで確認できました。ちょっと見にくいですが、調整できるネジも裏側についていました。本を取った方がやりやすいですが、取り付けたままでもなんとか調整できたので、この位置でネジも固めてそのまま使っていきます。ではエンジンをつけて実際に音が鳴るのか確認します。錆びているし、新品に変えた方がいい気もしますが、修理してみたかったので一旦このまま使ってみます。配線も大丈夫そうだったのでカウルも取り付けていきます。つけるだけで大変でした。昔のバイクはパーツもなかなかないので、割れないように慎重さと適当さの融合で頑張ってます。バイクのプロから見たらめちゃくちゃ簡単な作業だと思うんですけど、なんか楽しくてバイク道具も少しずつ買ってバイク沼の入り口に立ってます。ではウインカーの調子が悪いので、ウインカーの配線の確認とカチカチと光るために必要なウインカーリレーも見ていきます。スカッシュのウインカーリレーは後ろ側についているので、取り外してリレーの交換もしていきます。この円柱みたいなのがウインカーリレーです。この部分はよく壊れることも多いらしく、新品に取り替えます。同じ形の安いものがネットにあったので、こちらを取り付けていきます。実際に買ったものは概要欄に載せておきます。スカッシュにも使えると書かれていたので、こちらのリレーを買いました。リレーがないとウインカーがずっと光り続けて点滅できないので必須アイテムです。配線をつける位置を間違えないように、もともとついてた順番で取り付けます。外す時に写真や動画を撮っておくと見返せるのでめちゃめちゃおすすめです。あと後ろのアース配線が断線していたので、ここも取り替えます。後ろのライトがついていなかったのはこの断線が理由だと分かり安心しました。先端の端子を取り替えるだけで大丈夫でした。平型端子などサイズごとに色々と売られているので、バイクに合わせて取り付けます。いろいろなサイズがあるセット品などを買っておくと楽でおすすめです。カバーも取り付けたので、実際にウインカーが光るのか確認していきます。ウインカーも直ったので、リレーもしっかりと固定して完了です。バイク初心者が試行錯誤しながら探求していくので、ぜひこちらのチャンネルも登録お願いします。バイクの人からしたら簡単な作業だと思うのですが、もうめちゃめちゃ嬉しくてめちゃめちゃ楽しいです。最後にヒューズも割れていたので、こちらも交換しておきます。エンジンをつけないとクラクションやライトも光らなかったのはこのヒューズが原因でした。このカバーに 7A と書かれていたので、同じアンペア数で同じ長さのヒューズに取り替えて終わりです。
機械の DIY は失敗を味と逃げることはできませんが、その分治った時は気持ちいいです。エンジンがなくてもライトやクラクションも鳴るようになりました。とりあえずいろいろいじれるようになりたいという好奇心が強いので、分解しながら勉強していくバイク奮闘記録です。タンクを外したりエンジンを取り替えたり、もう全部ね分解していきたいぐらいの気持ちになってきました。次回は超大事なブレーキ修理編です。